生命はどのように始まったのか。この問いは、現代の実験科学において最も難しい問いの一つです。生命の起源に関する研究を専門とする著名な生物学者、スチュアート・カウフマンは、次のように断言しています。科学的に地球上で生命がどのように始まったかを知っているとあなたに告げる者がいるならば、その者は愚か者か、詐欺師のどちらかだ。また、世界的な科学雑誌、サイエンティフィック・アメリカンのある記事には、創造論者たちに、唯物論者の科学者たちが地球上で生命がどうやって始まったかについて全く見当もつかないことを教えるな、というタイトルの記事が掲載されていました。この記事の著者は、無神論者たちのこの分野でのすべての仮説を挙げ、その浅はかさを示しています。このように、生命がどのように始まったかという問題は、唯物論的な視点からは説明できない問題なのです。ギャップの神の語尾を反証する。ここで無神論者は、私たちに反論するかもしれません。それは、ギャップの神、語尾を使っているだけではないか。科学が説明できないことがあれば、すぐに、神がそれを創造したというではないか。この反論は、全くの間違いです。私たちは、私たちが知らないことではなく、知っていることで議論しています。私たちは、すべての生物の中に存在する複雑な情報システムで議論しているのです。情報は物質ではありません。情報は、創造、制作、知識、能力、そして包括的な知の結果です。私たちは、生物が必要とするすべての情報が、その生物が現れる前から極めて正確に記録されていた4進む法の暗号システムで議論しています。あなたの体のすべての細胞の中には、暗号システムで記録された40億もの情報があります。理性的な自明の理として、これらの情報には必ず創造者が必要です。どうして暗号化された情報が極めて精巧な肉体、血、臓器、ホルモン、機能へと変換されるのでしょうか。この自明の結論を否定する者こそが証拠を提出するよう求められるべきであり、私たちではありません。私たちはすべての科学と大学をもってしても、どんなに複雑な化学物質も生命を生み出せないということを確信していることでも議論します。それなのに、どうして私たちは生命を初期の地球の無秩序な環境に帰するのでしょうか。知識のギャップを埋めるのは誰か。では、誰が知識のギャップを埋めているのでしょうか。生命がどう始まったか、情報がどう現れたか、生物のシステムがどう現れたか、そして宇宙自体がどう現れたかを知らない者、そして自分よりもさらに無知な、自然に、その知らないことのすべてを期する者こそが、ギャップを埋めているのです。彼は、数えきれないほどの知識のギャップに自分の理性を明け渡しています。彼は、これらの奇跡を過去に帰し、未来に、おそらくいつか、私たちはこれらの奇跡がどうして起こったかを知るだろう、ということで、自分自身を未来のギャップに明け渡しているのです。無神論者は、知識のギャップに満ちた世界に住んでいるのです。私たちは、私たちが知っていること、つまり、観察と探求によって理性から導き出された情報システムや事実、結論によって論証しています。このことから、信仰者は証拠に基づいて信じているのに対し、無神論者は幻想、願望、そして根拠のない推測に身を委ねていることがわかります。無神論者は自分たちの問題を私たちが存在しない場所に先送りしているのです。このことについてアッターはクルアーンの中で次のように述べています。彼らは以前にそれを否定した。彼らは遠い場所から見えないものについて推測を投げかけている。クルアーン第34章、サバー53節。彼らは手元にあるものと矛盾する将来の過程を立てますが、信者は手元にある証拠と証明を受け入れます。したがって、設計の必要性と創造と完全性を示唆する私たちを取り巻く情報を否定する者こそが、証拠を提示する必要があるのです。私たちではありません。無神論者は、未来の論拠を使う権利があるのか。無神論者は、未来が、これらの情報システムがどう始まったか、そして生命がどう現れたかを教えてくれるだろうという未来の論拠を使う権利があるのでしょうか。未来を根拠に推測することは論理的に可能なこと、つまり理性的に起こり得ることに対してのみ許されます。しかし、地球上で生命が自律的に発生することは論理的に不可能です。もしそれが論理的に可能であったなら、人類はあらゆる科学、機械、能力、知性、大学をもってしても、生命の最も単純な形すら作り出すことができないはずがありません。この事実は、それが論理的に可能ではないことを完全に証明しています。したがって、私は、未来に私の不信仰を正当化する論拠が見つかるという希望にかけて不信仰であり続けるというものは、最も道理をわきまえない人間の一人です。科学界の賞金と矛盾。無神論者が本当に自らの不信仰を再考すべきだと感じる奇妙な事実があります。それは、唯物論を信じる巨大な科学機関、
宗教機関ではありませんが最近、生命がどのように始まったかという問いに答えられるものに多額の賞金を提供していることです。最近では、アリゾナ大学が500万ドルの賞金を設けました。この賞金は、情報がどのように遺伝子差の中に暗号化されたかを知る者に与えられます。無神論者が、その不信仰を返そうとするランダムな地球の環境において、これは論理的に可能なことでしょうか。たとえバクテリアの遺伝子差よりも数百万倍も単純な遺伝子差の一部を設計するだけで、これほど巨額の賞金が提供されるにもかかわらず、無神論者は生命がランダムな初期の地球の環境で偶然に現れたと主張し続けています。神の挑戦。アッターはクルアーンの中で次のように述べられています。人よ、一つの例が挙げられている。それに耳を傾けなさい。アッター以外のあなた方が呼び求めるものは、たとえみんなが協力したとしても、一匹のハエを想像することはできないであろう。そして、もしハエが彼らから何かを奪ったとしても、それをハエから取り返すことはできないであろう。求めるものも、求められるものも、なんと弱いことか。クルアーン第22章、巡礼73節。また、神聖なハディース、クドゥシー、神聖なハディースの中で、アッター、偉大で崇高なお方は言われました。私の創造物のように創造しようとする者ほど、不正な者がいるだろうか。彼らは一粒の原子を、あるいは一粒の小麦を、あるいは一粒の大麦を想像してみるがよい。ここで言う、原子、だったとは、小さなアリを意味します。小さなアリ、あるいは一粒の小麦の遺伝子差だけでも作ってみなさい。人間よ、あなたには知性、設計、政策、能力、巨大な研究所、そして複雑な科学がある。それでも、あなたは何も生み出せない。小さなアリ一匹、いや、バクテリアよりも数百万倍も小さいものすら作り出せないのだ。なのに、どうして、この盲目で荒れ果てた大地が、バクテリアや人間を生み出すことが論理的に可能だと言えるのか。あなた方はどうしてそのような判断をするのか。さらに驚くべきことに、2019年5月、ロンドンの王立科学協会で、科学者たちが再び集まりました。何のために集まったのでしょうか。それは、賞金を倍増させ、1000万ドルにまで引き上げるためでした。これは、生命を創造するための挑戦ではなく、ただ情報を暗号化する遺伝子差を製造するという、それだけの挑戦に対する金額です。科学者たち自身が今、1000万ドルをかけて、この挑戦を人類に投げかけているのです。それならば、最も単純な生物の中に突然、完璧な秩序を持って現れた何百万もの暗号についてはどう考えるべきでしょうか。理性と、私たちが手にしている科学と知識に照らし合わせれば、どちらがより理にかなっているでしょうか。無神論的な考えか、それとも神による創造か。あなたの心が働くままに任せなさい。たとえそれがあなたの欲望に反するとしても。クレイグ・ベンターの実験は、生命を創造したのか。未だに、科学が生命を創造したと信じている人々がいます。彼らは、数年前にクレイグ・ベンターが行った実験をその根拠として挙げています。しかし、ベンターの科学的な実験で具体的に行われたことは、以下の通りです。彼は、生きたマイコプラズマ細胞を持ってきました。マイコプラズマは、現存する最も小さな単細胞生物の一つです。彼は、その細胞の膜、酵素、細胞小器官、そして核内の完全な遺伝子セットをそのまま利用しました。その上で、合成された一連の塩基をその細胞内部に導入しました。すると、マイコプラズマ細胞がこれらの塩基を増殖させ、複製を作ったのです。つまり、クレイグ・ベンターが言ったのは、生きた細胞内部でのプロジェクトだったのです。その細胞は、細胞膜、細胞酵素、細胞小器官、そして内部の完全な遺伝子セットをすでに持っていました。この事実について、科学者たち自身も発言しています。ノーベル生物学賞受賞者のポール・ナースは、ベンターの功績は偉大だが、彼は人工生命を創造したわけではないと述べています。ボストン大学の生物工学教授ジム・コリンズは、人々が私たちが生命を創造できたと想像していることにうんざりする。これは生命の創造を表すものではないと語っています。そして、クレイグ・ベンター自身も、私たちはゼロから生命を創造したわけではないと語っています。今や、科学が生命を創造したと信じているのは、生物学を学んでいない一部の無神論者だけです。このことから、以下のことが明らかになります。生命は、理的に可能なものではありません。世界中の大学や研究所のあらゆる努力にもかかわらず、生命は無生物から生じたことはありません。そのようなことは、して起こらなかったのです。したがって、遺伝子差の中に突然、4進法の暗号システムを備えて現れた情報セットも論理的に可能なものではありません。そして人間であるあなたの存在も論理的に可能なものではありません。もし無神論者がこれらの事実について心から深く考えるならば、彼は眠りにつくことさえできなくなるでしょう。